猪瀬直也です。現代美術家をやらせていただいております。兼I am Institute of Art というレジデンシープログラムのアートダイレクターをやらせていただいております。現代美術家なんですけれども、ずっと大学の学部の頃からやっていて、主にペインティングを主軸とした作品展開をしております。現在はずっと英国に住んでいるんですけれども、東京芸術大学の学部を卒業した後、英国に渡ってそこでチェルシーカレッジ・オブ・アートのマスターですねを取って、そのまま約10年間イギリスに住み続けてアーティスト活動もずっとやっております。アーティストとしての活動は僕は本当にラッキーで、東京芸術大学の学部1年生の時に某ギャラリーの方に目をつけていただいて、アーティストとして、そういうコマーシャルな現場にデビューできたんですよね。でそこで学部中4年間学校で勉強もしながら、外でコマーシャルの世界を体験して、でイギリスに行ってからもその時もすごいラッキーで、先ほどちょっと触れたと思うんですけど、マルタには1個しかギャラリーがなかったんで、そこ行って「君誰だい?」みたいな感じで言われて「アーティストなんですよ」みたいな感じで「じゃあちょっと作品見せてよ」っていうところからつながって、でじゃあ展覧会やろうよみたいな話になって、でイギリス戻った後もローゼンフィールドっていうギャラリーなんですけれども、オーナーのイアンさんっていう方が「ちょっと作品訪問見せてくれないかい?」みたいなことでビジットしてくれて作品を見せて、そこからご縁があって、で日本では最初にやっていた日本のギャラリーさんとはちょっとご縁がなかったということでお別れをして、今は、銀座6内にあるザ・クラブがザ・ギャラリーとして、そこで作品の発表させていただいております。去年ですかね、幼児山本さんとお仕事させていただいた時があって、その時はもう展覧会前で、スタジオがバタバタだったんですけれども、電話が1本入って「明日パリに行ってください」ってことになって、幼児さんとのコラボが決まったんで、幼児さんのショーがあるので招待いただいたんで行ってくださいってことになって、ほぼその日ですねにフランスに行ってショーを見させていただいて、そのコラボレーションの打ち合わせをして、で去年ですかね発表させていただきました。ちなみにこのキャップもコラボのキャップです僕が最初にイギリスに渡った時に、とてつもないいろんな方面の労力を費やしたんですけれども、時間と、お金の面と、でそれをなんかうまく無駄遣いせずできないかなとずっと思っていて、最初イギリスに行った時にちょっとポンドがですね当時めちゃくちゃ高くて、でこれはちょっとサバイブできないぞということで、英語で大学院に入学するために IELTS っていうのを当時取んなきゃいけなくて、でそれを勉強するために、語学学校みたいな向こうのイギリスの語学学校にアプライしたんですけれども、それがちょっと高すぎて数ヶ月でちょっと断念して、安いところを探そうと思って、でその時にマルタ共和国っていうところを発見して、渡って、めちゃくちゃ金銭的に良心的な国で、そこで4ヶ月間ぐらいですかね勉強して、イギリスにその後帰って、マスターに入ったっていう感じです。そこで、まだマルタにその当時いた時にコマーシャルギャラリー、アートのコマーシャルギャラリーっていうのが一つしかなくて、それがリー・オージスギャラリーっていうところなんですけど、ただなんかそういうコミュニティもあんまりなくて、でなんかこれはもったいないなと思って、でイギリスで修士をやってる時にその構想をいろんな人にプレゼンしてたんですけれども、なかなかやってくれるような人というか、スポンサーさんとかも集まらず、今3年目なんですけど創立して、僕はあとダイレクターなんですけれども、普通のディレクターさんが今いて、でそのディレクターさんは日本人の方で宮原さんっていうんですけど、もともとイギリスに住んでて、で今ずっとマルタに住んでる方なんですけども、
その人がじゃあ面白いからやろうっていうことになってスポンサーさんを集めて、で創立させてもらって、で本当に僕がこういうのがあったらいいなっていうものを全て詰め込んだパックで、スタジオもあって住居もあってやることも全部決まってるっていう。まず語学研修ができて、で語学学校に通うんですけれども、プラスイングリッシュディレクターっていうのがマンツーマンでつくんですよ。で週2回ぐらい、週1だったかな、その人の英語を、どこを伸ばすべきなのかっていうのをこうアナライズしてくれるような人がついて、例えばその学生が大学院に行きたい学生だったりとかしたら、その IELTS を取るためのにはここを伸ばさなきゃいけないよとか、どっかコマーシャルギャラリーに自分でアプローチしたいっていう人とか、アーティストインレジデンシーにどっかにアプライしたいんだっていう人とかは、そういうライティングとかの書き方とかをのレベルのアナライズとかをこうしてくれるような方がつく。プラス、タームが6ヶ月なんですけれども、その間に日本人で海外にもう長く住んでるアーティストもしくはキュレーターさんの方がチュートリアルに1回来る。それプラス後期のチューターさんは向こうのですねキュレーターなりギャラリストが来て、全部英語でそこでチュートリアルをやって、最後にファイナルショーをやるというのがワンパックで全部ついてるよっていう。イギリスとかに当時僕が大学に行ってる時、日本人がもう全然いなくて、高くて来れないっていうのもあるし、留学をする人がほとんどいないってなっちゃってて、でマルタは英語なので、その全世界ほぼどこでも使えるような、言語を習得できて、やばい何も持ってない、卒業しちゃったけどなんかどうしようっていう人はマルタ来てください。うちの全パックになってで傷つかないようになってるんで日本語しかできなくても大丈夫ですし、ちゃんとうちで鍛えるんでまず英語は喋れるようになりますし、向こうのコマーシャルギャラリーで展示もできるようになってるんで、今年来年コロナのことがあるんでちょっとまだ今募集できてないですけど、これをちょっと開けたらまた募集を始めるので、僕はねチューターとしては関わんないんですけど、僕の意見が入っちゃうとなんかあれなんで、チューターさんがいてその方々に鍛え上げられるって感じですね。学生のうちにやっておくべきことはもう本当に2つです。語学と作品だけですね。芸大入ったらもう4年間なんて本当あっという間なんで、一瞬で終わりなんで、学部なんて。でそのままこう外に出ても何もなんないので、その時に見せられるような作品をもうしこたまとにかくもう大量に作っていくことがすごく大事です。で作ってるとどっかで何か見せるチャンスって降ってくるんですよ。その時に一個のチャンスを絶対逃さないことですよね。なのでこうファッション業界とのこうコラボとかも、僕はギャラリーからお仕事が来たんですけれども、そうじゃないケースっていうのもたくさん聞いてますし、なんかあるんで、でも自分からも絶対アクションを起こさないといけないんで、なんかボット作品作ってそれだけじゃやっぱりもちろんダメで、コンペとかでもいいと思いますけど、どうやって見られるのかなっていうのはやっぱり常に意識していましたね。こうしなんかやっぱり楽しんでもらわないといけないというか、自分の作品で楽しんでもらったり、なんか共感してもらったりとか、そういう作品を通してコミュニケーションができるようなツールというか、媒体である必要性が常にこう僕の中で作品を作る上で大事にしてきた部分であります。例えば猫の絵しか描けませんみたいな人って全然なんで売れないんだ、こんなにいいのにっていうのは違うと思うんでそういう人はなんかもうちょっとこうなんていうんですか、コンペのラインに合わせるとかじゃなくて、じゃその猫の絵がどういう社会的にな位置づけなのかとか、どういうそれがコミュニケーションツールとなって、見てもらう人にこう届くのかってことは考えた方がいいと思いますけど、自分と作品で止まってるのはダメですよね。やっぱりこう見てくれるオーディエンスがいるっていうのは常に考えておいた方がいいとは僕は思います。
とにかく大事なのは作品をとにかくもうひたすら作っておくことが一番大事かなと思います。と、言語ですね。何語でも構わないですけど、それだけで世界が日本で展開してあんまりリアクションが良くなかったなっていう時でも、他の国ではリアクションが違ったりもするので、そういう時のためにちゃんと語学他の言語ですねを勉強しておくことはすごく大事だと思います。グラントを取る時もやっぱり語学ができた方が有利になるので、とにかく作品を作りまくって英語とかも勉強していろんなこと勉強してればチャンスが絶対どっかで転がり込んでくれると思います。僕の場合は全然支援がなかったので、それは逆に良かったんですよね。結構スパルタだったんですけど、なのでどうにかして自分の作品と社会とコミットしなきゃいけなかったので、コマーシャルの世界に入っていかざるを得なかったというか、作品もそうですし社会にもそうですし、ちゃんと真摯に向き合っていけば全然食べていけると思います。僕は副業というかアートディレクターはやってますけど、それも自分の会社なので結構全然別でやってて、アーティストはアーティストとして全然なんていうんですかね、皆さんが思ってるよりも食べていけるぐらいはもらってるんじゃないかなと思います。僕の経験で、言えないことたくさんありますけど、契約されてる方とかもいるかもしれないですけど、その契約の上で問題なかったらすぐ辞めるべきだと思います。会うところが必ずあるので、その会ったところに行くべきですし、で今僕お仕事させてもらってるところは今すごく合ってるので、本当にもうなんか肌感覚であれこれなんかちょっと違うんじゃないのと思ったら全然やめるべきというか、別にギャラリーが偉くてアーティストがなんか下でとかっていうことではないと思うんで、常にイーブンな状態であるべきかなと僕は思ってるんで、若くても年いっても常にイーブンであるべきだと思ってます。